皆さんこんにちは。書道家のしおりです。今回は転接という書道でとても大切な動きについて解説をしていきたいと思います。転接というのは漢字の中で線が折れたり曲がったりする角の部分のことになるんですね。例えば漢字の口とか目などに使われていますね。あとは書道の書という一画目の字にも使われています。この転接なんですけれども、大きくはですね、2種類あるんですね。まず1つ目がまっすぐな転接。そしてもう一つがですね、下に行けば行くほど内側に入る転接というものもあります。まずまっすぐな転接なんですけれども、漢字で言うと、ひとか目とかですね。これらの漢字の転接は見ていただいた通り、この横画、横画から縦に行くときにですね、まっすぐに縦画がなっていると思います。この傾向としましては、縦線が横線よりも少し長い漢字の場合、縦線がまっすぐな転接という傾向があります。そしてもう一つの少し内側に入る転接ですね。漢字で言うと、口とか田んぼの田とかですね。下に行けば行くほど内側に入っているのが特徴になります。この内側に入る転接の傾向なんですけれども、これは主に横線の方が縦線より少し長い時ですね。そのような場合は少し内側に入るというような字形の漢字が多いというふうに言えます。はい。ではですね、転接の書き方について3つまずお伝えをしていこうと思います。まず1つ目が転接曲がり角のところですね。その曲がり角までの準備が大事ということになります。転接までの横線はこの転接につながる線になると思うんですが、その横線を書いているときに力が弱くなって、その線がですね、細くなってしまったり、あとはですね、やっぱりブレてしまうと、この転接にですね、つながりにくくなって、字形がですね、綺麗に書けないということがあります。ですので、その転接までの横線は一定の太さを保てるように、一定の力で書くということを意識してみると良いかと思います。そして2つ目なんですが、それは起筆で入れた雫の形のまま引いていくということになります。転接の基本的な字形としては、横線よりも縦線の方が太くなるんですね。ちょっとこのスライド、微妙すぎてわからないかもしれないんですけれども、その理由としては、起筆で入れた筆の形、私はですね、雫の形っていうふうに言ってるんですけれども、その形が最初の起筆のところと転接のところと最後縦線が終わるところ、これがほぼ同じような形、同じような角度でですね、筆を運んでいくというふうに意識をして書くと、必然的に横線よりも縦線の方が太くなるということになるんですね。そしてこれは、この後ですね、お伝えをする3つ目のポイントとも関わるんですけれども、このように起筆で入れたですね、雫の形のまま引いていきますと、その無理がなく綺麗なこの転接の形になって書くことができます。ですので、この点もですね、注意をしてみてください。はい。では最後3つ目なんですけれども、この転接の位置に来たらトンと止めるだけということになります。転接というのは筆の向きを横から縦に変えて書かなければいけないと思うんですけれども、この時にですね、筆を無理に回してしまったり、力んでその筆をですね、浮かしてしまったり、あるいはですね、力んでしまうことで筆をつきすぎてしまったりとか、それらのことをですね、しないということが、ポイントにもなってきます。この筆を回してしまうとですね、やっぱりこの転接の角が綺麗には出ないわけなんですね。で、先ほど2つ目のポイントでもお伝えをしたように、あくまでもこの起筆で入れた筆の角度、雫の形ですね。そのまま転接のところに来ても、その形のままトンと、止めるというか、そのまま縦にですね、向きを変えるだけというようなことになるんですね。どうしてもですね、ここで意識をしすぎて力んでしまったりとかしますと、その筆をつきすぎたりとか、時間を置きすぎたりして、筆のお尻の部分がポコッと出てしまうような
ことが起こったりします。ですので、転接でついた筆はですね、できる限りですね、浮かさないようなイメージで書くと自然な流れで書くことができるんじゃないかと思います。はい。では、この後ですね、実践として書きながら解説をしていきたいと思います。はい。それでは実際に転接を書いていきたいと思います。ちょっとまずですね、書いていきたいと思います。はい。ではですね、先ほどスライドでお話ししたことを、ポイントとしてお伝えをしながら書いていきたいと思います。まずですね、今書いた転接に関しては、ここの太さが一緒だと思います。これが重要な、ポイント、書きやすくなるためのポイントなんですけれども、例えばこれがですね、筆の勢いが浮いてちょっと細くなってしまったりとかすると、ここが一部細くなることによって、全体のですね、字のバランスというものが取りづらくなったりすることがあります。もちろんですね、他の書体ではそういうこともありますし、書道としてはその抑揚というのは美しいという概念の一つでもあるんですけれども、今回のこの楷書においてはですね、まずはここの太さを変えない、一定の力でですね、ちゃんと曲がり角まで書き切るということをしてみると書きやすいと思います。このようにですね、同じ力のままですね。そして曲がり角、転接の部分に来たときにですね、この状態のまま引いていきます。見ていただいた通りに筆の向きがですね、こことここが一緒なんですね。これを変えてしまうと、この形がきれいにできないということがあります。例えばですね、書いて、筆をですね、下にこのように回してしまう。ここの筆の向きが縦になってますよね。そうすると、ここの形がうまくきれいに出せないんですね。なので、あくまでもこことここと、この筆の向き、ポンポンポン、この筆の向きが同じようになる。そういうシンプルに書いていくというふうにしていくと書きやすいと思います。そしてもう一点ですね。もう一点は、先ほどここの横線に関して同じ力で、一定の力で書き切るというふうにお伝えをしたと思うんですけれども、この転接の部分でもですね、筆を上げたりしない。上げてしまうとどうなるかと言いますと、ここまで書いて、ここでついて浮きながら書くと、このようにですね、コブのようなものが、矢印じゃない、バツですね。コブのようなものが出てしまったりするんですね。これ自体は、私としてはあまり、お勧めしない書き方になります。ですので、ここの位置に来たときにですね、一定の力以外のものを加えてしまうと、ちょっとつきすぎてしまったりとかしますし、ここまでついてしまうと、ここからダッと引かなくちゃいけなくなったりとかして、極端にですね、太い縦線になったりもしますので、そんなにですね、力まずに、シンプルに、ここと、ここと、ここ。同じようなですね、筆使いで自然な流れに乗って書くというふうに意識するといいんじゃないかと思います。はい、それではですね、冒頭でお見せをした漢字を書いていきたいと思います。まずは、まっすぐな転接ということで、ひとめを書いていきます。
はい。では続いて、少し内側に入る転接として、口と田んぼの田ですね。この2つを書いていきたいと思います。はい。いかがでしたでしょうか？今回は転接について解説をさせていただきました。この転接はたくさんの漢字に使われているので、あまり意識せずに書いてしまいがちなんですけれども、この転接の部分である角ですね、それがしっかりと書けているかいないかで、字全体の印象が変わってしまうということもありますので、ぜひ今日の動画を参考に練習してみていただけたらと思います。はい。そしてまたこのような動画を出していきたいと思っておりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。